皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカによるベネズエラへの攻撃が行われました。アメリカは特殊部隊を派遣し、ベネズエラのマドロ大統領及びその夫人を拘束し、さらにはベネズエラ国内からすでに移送したと発表しました。今回はアメリカによるベネズエラ攻撃について解説を行います。まずは、現地から投稿された映像が非常に多く出回っているので、まずそれらについて紹介しておきましょう。今回の攻撃はベネズエラ国内、首都へを中心として、軍施設や空軍基地、レーダー施設、様々な場所に対して同時多発的に攻撃が行われました。軍の関係施設や装備品だけではなく、麻薬を運んでいたかもしれない船などについても攻撃対象となったようです。そして注目されている映像がこちら。ベネズエラ領空をアメリカ軍のものとみられる飛行部隊がかなりの数飛んでいることがわかります。これらのヘリコプターはステルス性能がありませんから、本来であればレーダーにも映るし、対空兵器があれば撃墜される危険性もあるものです。こちらの映像では、作戦に参加したものとみられるアメリカのヘリコプターによって地上施設が連続的に攻撃を受けている様子です。こうした攻撃に伴ってベネズエラ国内各地で火災が発生、またそれに伴っての停電などが発生している町もあるようです。ベネズエラ政府は今回の攻撃に対してアメリカを非難し、国連憲章違反だというふうに訴えています。しかし、今後ベネズエラ政府が果たして機能するかどうかは不明です。というのも、トランプ大統領が SNS に投稿した文章によれば、すでにマドゥロ大統領は米軍によって拘束されており、そして国外へと移送されたというのです。トランプ大統領は作戦は成功し、この後正式な記者会見なども行うと発表しています。動画の作成時点においてはまだこの記者会見は行われていません。というわけでちょっと順番は逆になりましたが、場所の確認をしておきましょう。緑がアメリカ、そして今回の攻撃対象となったベネズエラは南米のオレンジ色に塗った部分です。攻撃そのものはかなり成功したようで、攻撃された箇所の炎上している様子が数々の写真によって証明されています。被害の程度がどの程度なのかについては追ってわかることでしょう。作戦の詳細についてはこの後発表されるとは思いますが、これまでの夫人についてはすでに分かっている情報があります。アメリカ本土から離れたベネズエラですが、アメリカ軍の活動範囲としては下流海を中心として様々な基地や協力国があります。例えばベネズエラの真北にあるプエルトリコやイギリス領バージン諸島、さらにはベネズエラ近海にあるトリニダード・トバゴなど、様々な場所において基地や空港の使用許可などを得ている場所などもあり、米軍が直接的に管理する基地などもあります。今回の攻撃の起点となったとみられるのは、ベネズエラ沖に展開する空母艦隊で、空母強襲揚陸艦、揚陸艦、巡洋艦、駆逐艦、原子力潜水艦、一通りの船が揃えられていたと言われています。2025年の後半においては、トランプ大統領は対麻薬組織戦争だとして、ベネズエラから麻薬を密輸しているんだということを主張し、多くの船に対する攻撃を行いました。また、制裁対象の国へ石油を輸出しているとして、ベネズエラの単価を拿捕するなどもしています。さて、それでは、トランプ大統領がなぜベネズエラを攻撃したのか、これまで発表されたものについての解説を行っておきます。というのも、この後、トランプ大統領が何時間後に正式に記者会見し、これまでの発表と違う内容を言い出すかもしれません。というわけで、この攻撃が行われる前の段階でのトランプ大統領の主張を振り返っておきます。トランプ大統領は、マドゥロ政権及びベネズエラにおける麻薬組織がアメリカに大量の麻薬を密輸しており、アメリカ人の命を奪っていると主張しています。マドゥロ政権は麻薬組織と結託している部分があり、これらの麻薬組織を撲滅することができていない、麻薬を密輸することに歯止めがかかっていないことを非難していました。ですから、ベネズエラ国内における麻薬組織との戦いをマドゥロ政権ができないのであれば、政権そのものの責任だとしています。今回の直接的な攻撃に至った理由というのも、表向きの話としてはそのようにして、とにかく麻薬問題とプラスアルファ、ベネズエラ国内における失勢によって多くの国民が国外へと逃亡、そしてアメリカへと流入する不法移民問題を引き起こしています。これらの問題を解決するためには、そもそもマドゥロ政権ではどうしようもなく、アメリカの意向を聞いて動く
そのような親米政権に切り替わる必要があるという主張を行っています。というのがここまでの話。ただし同時にこのような表向きの話とはまた別に問題が指摘されています。ベネズエラの石油利権を欧米の会社へと割り振り直すといったことをトランプ大統領は考えていると言われています。これは左派政権がベネズエラで誕生する前においてはアメリカとの交流もあって、ベネズエラの石油開発にはアメリカの石油会社も関わっていました。ところが左派政権ができて反米姿勢が強まると、これら欧米の会社をどんどんと排斥し、ベネズエラの国営会社へと無理やりに奪っていくといったことを行いました。ですから交流のあった時代においてはアメリカから F16 戦闘機を買うといったこともできていたのですが、左派政権が成立し反米姿勢が強まると、この交流についても断絶し、現在のベネズエラはロシアから兵器を買うといったことなども行っていました。ただしそれらの兵器は全くの役立たずでした。今回の作戦においては住民が撮影した映像でもあるように、多くのヘリコプターが領空を飛んでいました。ヘリコプターはステルス性能がありませんから、レーダーによって捉えられ、そして対空ミサイルなどで撃墜される危険性がかなり高いものです。しかし現実において多くのヘリコプターが飛び交い、さらには大統領官邸を襲撃し、大統領及び夫人を拘束し、さらに外へと連れ出すといったことまでできたというのですから、どれだけベネズエラ空軍及び陸軍が無力化されていたか、もしくはそもそも全くやる気がなかったか、どちらかでしょう。どちらもあるかもしれません。さて、それではそのようにして表向きはまずは対麻薬戦争、そして不法移民の流入措置をするためにベネズエラの政治的安定を取り戻す、そのための政権交代といったものをアメリカ主導で無理やりやってしまおうといったような話で、さらにそこに加わってくるのがベネズエラが莫大な地下資源、石油を持っており、これらの開発を欧米の会社がもう一度取り戻すといったことなどもあり得るといった話をしました。この石油関連の話については表立ってトランプ大統領は主張することはないでしょう。そしてもう一度話を根本に戻しますが、じゃあこうしたことを行っていいのか悪いのかといえば、当然のように内政干渉著しいものであり、他の国の大統領を問題があるからといって部隊を派遣し無理やり拘束して政権転覆を図ろうなんていう話は当然のようにやってはいけないことです。しかし考えてもみてください。トランプ大統領はロシアのプーチン大統領によるウクライナ侵略について非常に好意的な見方をしており、常々ウクライナを批判し、一方でプーチン大統領非常に優れた指導者だと何度となく褒めています。今回の大統領の拘束、そして政権転覆などは、それこそ2022年にプーチン大統領がやりたかった斬首作戦のその具体例のような話です。この後ベネズエラがどうなるかについては様々なシナリオがあります。マドロ大統領がいなくなった後でも残った人たちが自分たちの権力を守るために抵抗するのか、それともアメリカの支援を受けた野党指導者が政権を発足させることができるのか、このあたりはどうなるかは分かりません。ただし現在のマドロ大統領の支持率が非常に低かったといった話などについては国際的なものとして認識されています。というのもベネズエラ国内における選挙において野党側が勝利したというのがほぼ確実だと評価される中において、実際には選挙管理委員会そのものが腐敗し、マドロ大統領およびそれらを支える人たちが選挙で勝つといったことがまかり通っていました。ですからベネズエラ国内においてマドロ大統領が捕らわれて、さらには政権が終わった後親米政権ができたとしてもそれを歓迎する可能性といったものは十分ベネズエラにはあります。次にこの影響について、ベネズエラでもしもこの後親米政権が発足し石油利権などを欧米の会社が取り戻すといったことが起これば、これは影響としてはロシアとキューバなどにも波及します。ベネズエラは反米左派政権でしたから、ロシアとの関係は良好でした。兵器を輸入することもあれば、ロシアの石油輸出、影の艦隊の運用に関しても、ベネズエラは協力的な姿勢をとっていたと言われています。また、マドロ政権はキューバに対しても支援していたと言われています。カリブ海で展開するアメリカ軍が船を破壊するといったことをこれまで行ってきましたが、これらの中には麻薬をアメリカへと輸出するだけではなく、キューバに対する石油の密輸などについても含まれていたのではないかと指摘されています。
これらについて断絶し、ベネズエラにおけるアメリカの権益が拡大すると、そうしたキューバやロシアといったところにも跳ね返ってくることは十分あり得る話です。ただし、注意点があります。当然のようにこのような軍事力をどんどんと使うぞといったことをまざまざと見せつけたわけですから、やはりロシアによるウクライナ侵略と同様にして、いかにして武力を使うか、その使い方について非常にハードルが低くなっていることをアメリカ自身が示したことになります。ロシアがやった、アメリカがやった、さあもう一つの国、日本に近い国が軍事力を使うことに対して非常に寛容になったんだなと受け止めることがあれば、これは非常に悪い事態を引き起こすことになります。戦争の日常化やもしくは軍事力を使うことに対するハードルの低さといったものは日本にとっては非常に危険な状況を生み出す情勢の変化なのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして私のチャンネルの活動を支援してくれる方は定期購読料だと思ってぜひともメンバーへの加入よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。